はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日は急遽動画を撮影しております。本日は皆様に2つお話ししたいことがあって、急遽撮影を始めました。まず1つ目としては、本日は1月5日月曜日。そうです。今日から仕事始めです。私もですね、多くのサラリーマンの皆様と同じように、今回9連休。9連休というとても長いお休みをいただくことができました。それなので、今日からの仕事始めが本当に憂鬱で仕方がなかった今日の日中に起きた出来事になります。現在私は他の動画でお話ししたように、会社の車を運転して、日中外に出てる外回りの仕事をしてるんですよ。はい。で、その日中にですね、トイレ休憩であるコンビニに寄りました。そこがどこかというと、セイコーマートになります。そうです。北海道民おなじみのセイコーマートになります。で、今回私が寄ったそのセイコーマートのトイレというのが、男性用と女性用とで完全にこう分けられたトイレタイプのお店だったんですよ。で、私がトイレに向かったら、あいにく男性用には誰かが入ってました。それなので私は男性用の扉の外でその人が中から出てくるのをじっと待ってました。で、大体コンビニのトイレってお店の奥側にあって、で、その横にそのお店のバックヤードのドアがあるじゃないですか。で、そこをですね、一人の中年女性の店員さんがもう何回か出たり入ったりしていて、で、その女性が私にこう言ってきたんですよ。女性用使ったらどうですかって。え、女性用ですよと。逆に私が聞き返してしまったんですけども、そうするとその女性の店員さんが、私ここで見張ってますから、と言われたので、私は、あ、わかりましたと言って、その女性用のトイレで用を足しました。本来ならば私は、うんこがしたかったんですよ。でも、今私がいるのは女性用のトイレだし、しかも女性の店員さんが他の女性のお客さんが来ないようにそこで見張ってくれてるんですよ。なので、この状況ではうんこするわけにはいかないと思って、残念ながらおしっこだけして、その場を後にしました。帰る際にはコーヒーをいっぱい買って、そのセイコーマートを後にしました。それがお話ししたいことの一つ目になります。ついに二つ目ですが、昨日の出来事になります。昨日の夜10時頃だったでしょうか。いよいよ明日から仕事が嫌だなぁと私は憂鬱な気持ちになりながら、そろそろ寝る準備でも始めようかなと思っていたその時、私のスマホに LINE 電話がかかってきたのでありました。その相手というのは、実に5、6年ぶりぐらいになる、昔私が正社員時代にある事業所で一緒だった正社員の方になります。私は内心、その時の事業所の誰かが死んだのかと内心ドキドキしながら私は電話に出ました。最初はお互い久しぶり元気にしてたみたいな会話から始まり、そしてその後、その人が言ってきたのが、実は仕事を辞めようかと思っていると。そして私に会社の辞め方を聞いてきたのでありました。はい。私は6年前にその会社を辞めたことをその人は知ってます。なので、どう上司に話を切り出したのか、それを聞きたいと思って夜の10時に電話してきたのでありました。ただですね、私の場合、こちらの動画でお話したかちょっと忘れちゃったんですけども、一般的なその辞表を上司に出して辞める退職とはちょっと異なって、春の人事異動の際に、当時札幌近郊に私は住んでたんですけども、そこから札幌からちょっと離れた北海道内の地方都市への転勤の事例が言い渡されました。それとほぼ同じ同時期に、札幌の実家に住んでいた私の母親が
もうその5年ぐらい前から乳がんを患ってたんですけども、病院の先生から余命宣告を言い渡されたんですよ。私としてはですね、今、その転勤で治療を受けている場合じゃないなと思って、治療を断りました。会社員の皆さんならご存知だと思いますが、会社の事例を断ること、それはつまりおさらばを意味します。なので、私としては、自動的に会社を辞める結果となりました。その後、札幌の実家に戻ってきて、札幌というか、実家に戻ってきて、結局、母親の最後を見とることができたので、私としては後悔はないです。もし仮に、その転勤の事例を受けて地方都市に行ってたら、母親の最後には立ち会うことはできませんでした。なので、私としては、正社員を辞めたことに対しては後悔はありません。なので、私の場合の退職はちょっと、その人の参考事例とはちょっとならなかったんですけども、そういう事情を話しました。そしてその後、その人はですね、今現在の私のここの家の状況を聞いてきました。今言ったように、母親は6年前に乳がんで死んで、そして去年は去年で、親父もがんで死んで、この札幌市内にある 4LDK の一軒家に私一人で住んでるんだよね、あははははという話を私はしました。そしたらですね、その人は今現在、北海道内の地方都市で、仕事働いているんですけども、じゃあそこを引っ越して、札幌の私の家に一緒に住んでいいと言ってきたのでありました。で、その人はですね、もともと出身は、今いる地方都市とは全く別な地方都市の出身、生まれなんですよ。で、これまで札幌では生活したことがないみたいなんですよ。なので、部屋余ってるんですよ。じゃあそこに住んでいいと言ってきたのでありました。ちなみにその人は私より年齢が少し下の女性になります。男性ではありません。女性です。だから今の私の気持ちとしてはどうしようなのです。だから今緊急で動画を撮影しているのであります。はい。私としてはですね、お恥ずかしいながら一つの家で女性と一緒に生活した経験がありません。だからどうしようなのです。ちなみにその女性はですね、同性じゃなくて同居だよと言ってきました。あ、そうだね、そうだよねと私は思いました。ただですね、同居にせよ、この家のルールとかあった方がいいよねと思ってます。水道光熱費とか食費はどうしたらいいのかとか、あとですね、変なことを考えると、私が仕事から帰ってきて家に入ると、家の中がもぬけの殻になってたらどうしようとか、もっと変なことを考えたら、その人は今現在彼氏はいないようなんですけども、お付き合いしてる人はいないんですけども、その荷物を置いていい人ができたから出てきます。その荷物の処分よろしくねと言って、その家の中に持ってこられた荷物を置いてそのままいなくなったらどうしようとか。はい。あとは変なことを想像すれば、家の中でバーベキューを始めて火事にされたらどうしようとか。あとは家の中の金目のものが私が編集で使っている iPad Air がなくなったらどうしようとか。あとは変なことを考えると、私が、使っている歯ブラシをトイレの便器の水でこうチャプチャプされてたらどうしようとか。そういうことを昨日は思ってなかったんですけども、一日経ったら今日そこら辺を考えたらどうしようという気持ちでいっぱいになりました。昨日は向こうもお酒を飲んでた感じだし、私は私でビールを1本、3号缶1本飲んで、いいよ来い来いみたいな感じで話したんですけども、いざ一日経った今日、私の気持ちとしてはどうしようということで、この場を借りて皆さんの意見を聞きたいなと思って、急遽動画を撮影している運びとなります。なので、もし
実際一緒に生活するとなった時の注意点とか生活費とか、その他のルール決めとか、なんか参考アドバイスがあればコメント欄に書いていただけないでしょうか。ほんとその荷物、貴重品をどうしたらいいとか、私の全財産の十数万円入っている銀行と通帳と印鑑がなくなったらどうしようとか、そこら辺を考えたら、本当にどうしようと今考えてるところです。なので、そこら辺のなんかアドバイスがあれば、皆さん、コメント欄になんか書いてください。実際、向こうもちょっと酔っ払ってたんで、シラフになった状態で、思いとどまるかもしれませんし、このまま結婚するかもしれません。そこはどうなるかわかりません。なので、一応なんか、これがね、親戚とか、兄弟だったらね、また違うんですけど、全くのぶっちゃけ言えば赤の他人、過去同じ仕事場で、飲みに行ったりしてワイワイ騒いだことのある、比較的仲の良い女性、肉体関係はないです。仲の良い女性なんですけども、だからといって、いきなり一緒に生活してうまくやっていけるもんなのか。ね。ある日なんか突然、一緒に住み始めたけど、こいつすげえクズ野郎だなと思われて、そっからなんか関係がギクシャクして、家の中で全く会話なしっていうのもなんか嫌じゃないですか。なので、実際クラスとなった時の注意点とか、何かあればコメント欄に書いてください。はい。ということで、本日の動画は以上になります。この結果がどうなるのかはまた、このチャンネルの中で随時報告したいと思います。ということで、本年も、今年もこのオーノマンをどうぞよろしくお願いします。ということで、本日の動画は終わりにしたいと思います。もし、こんな、突然女性と同居するかもしれない派遣社員に興味のある方はぜひ、チャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。